どうも、オフィス田中の田中でございます。今回はね、機能のお話ね。で、詳細設定っていうのがあるんですよ。リボンのデータタブのね、オートフィルターの横に、なんかちっちゃく書いてあるんですよ。それのお話です。これね、まずこのタイトルにも書いてあるけど、これって何だろう、こういう、ちょっと表現は悪いけどね、言っちゃ悪いけど、過去の遺物ですよっていう、そういうお話をします。こういうのはね、僕のような年取ってる人間じゃないと知らないんですよ。こういうのはね。じゃあ行きますね。はい。まずですね、ちょっと待ってね、あ、いけね。これね。まずですね、説明します。はい。これのことです。データタブの、このフィルターって書いてある。このフィルターっていうのはオートフィルターのことですね。ここにある横っちょにね、詳細設定っていうのがあるんですよ。なんかよくわかんないなと。で、これクリックすると、こんなダイヤルボックスが出てきます。フィルターオプションの設定って出てきます。なんだろう、これは。なんていうふうにね、悩む方もいるかもしれない。で、想像するとですよ、横にあるオートフィルターは、よく使いますよね。ご存知ですよね。皆さんね。便利に使える画期的な機能です。なんだけど、それとは別に用意されているわけですね。なんだろう。なんかわかんないけど、詳細って言ってるし、なんかオプションとか言ってるし、なんかこれ、オートフィルターの上位互換版高機能版なんか詳細の設定を、できる、オプションを指定できるなんかそういうやつなんじゃねっていう風に、勘違いをしている人がめちゃくちゃ多い。なおかつ、そうやって解説しているものがすごく多いんですよ。なんか。なんか並列にね、オートフィルターっていうのがあります。それから、詳細設定っていうのもありますっていう風になんか、同列で教えてることが多いんだけど、違うんだよって話ね。で、これどうやって使うのかっていうとね、使い方をご紹介します。これ、ダイヤルボックス開きます。で、まずはですね、このリスト範囲っていうのを設定します。要はオートフィルター、フィルターかけるところ、オートフィルターって言っちゃった。絞り込むところ。それから、ここがポイントなんだけど、条件を、別なセルに入力します。これね、検索条件範囲っていうところを、リストとは別なところに必ず作らなきゃいけないんです。これをね。で、名前は田中で。で、これね、リスト全体をこの場でキュッて、オートフィルターみたくキュッて絞り込むこともできるし、ほら、絞り込んだ結果を別なところにコピーしたいこともあるじゃないですか。なので、別なセル範囲に抽出するっていうこともできるんです、実はね。今回はそれをご紹介します。指定した範囲っていうオプションを選んで、ここにタイトル、見出しだけこうやって入れておきます。で、これ実行すると、田中のデータだけそこに、抽出できるよっていう、こういう仕組みなんですよ。これね。でね、この条件のところなんですけど、これはね、ちょっと癖があってね、縦に並べると、これ、またはっていう意味になります。例えば、今回ね、小原さん、または花沢さん、オアですよね。っていう意味になります。下に書くとね。それから、横に書いてあげると、これはなおかつ、アンドっていう意味になります。名前が田中であり、なおかつ記号が A であるっていう風なね、そういう指定になります。もちろん指定できるのは文字だけじゃありません。数字や日付、より大きい、より小さい、以上、以下っていうのを指定することもできる。それからね、ちょっとこれが便利かなと思ったのは、今回のようにこの抽出するときってね、リスト全体を抽出しないでもいいんですよ。このリスト、このリストだけください。これ、しかも、この順番でください。みたいなね。いう指定もこれできるんです。これ実を言うと。うん。そこが便利っちゃ便利かもしれないね。うん。はい。で、この機能って、この、詳細設定、あるいはフィルターオプション。これね、もともとはフィルターオプションっていう名前の機能でした。で、このリボンっていうのが作られたときに、ほら、長いじゃん。フィルターオプション。英語だとアドバンストフィルターって言うんだけど、日本語にするとフィルターオプションって結構長いですよね。文字数がね。なので、マイクロソフトはこれを詳細設定っていう名前に変えたんです。実を言うと。そういうものです。これ昔からあるんです。Excel 4.0、1992年。この頃からあります。今から34年前です。に作られた、言っちゃうと古い機能なんですよ。で、これに対して、Excel ユーザーは非常に多くの不満、不評を与えました。マイクロソフトに使いにくいと。使いにくいんです。はっきり言って。何が使いにくいのか。いろいろいくつか理由はあるんだけど、一番使いにくいのは、この条件のセルを作らなきゃいけないっていうところ。
リストってさ、でかいじゃないですか。列もいっぱいあるよね。1画面に収まらないぐらい。で、これどこに作るんだっていう話なんですよ。これね、作んなきゃいけない。だし、これね、抽出するときにね、見出しがちょっとでも違ってるとね、すぐエラーになるし、あとね、意外と上級者の中でこれ嫌だったのがね、勝手に名前定義使うんですよ。内部の事情でね。そうすると、この名前定義を多用している、上級者からすると、勝手に作んなよって。管理がめんどくさくなるじゃないかっていう不評もありました。で、多くの Excel ユーザーがもう世界中で、もっと便利なの作ってくれっていうふうに、マイクロソフトに要望を出しました。で、マイクロソフトが作ったのがこれです。オートフィルターっていうのを作ったんです。これね。だからこれからこれを作ってくださいよっていう、そういうお話です。はい。で、うん、ちょっとね、ちょっとだけ余談を言うと、関係ない話すると、このオートフィルターって内部でめちゃくちゃ、高機能なことやってるんですよ。インメモリーデータベースって言って、メモリの中で別にデータベースを構築するっていうね、ことをやってる。これ斬新すぎて、新しすぎて、当時はパソコンとかエクセルの性能が追いつかなかったです。だから、昔は、よくこのオートフィルターでエクセル落ちました。いう経験あります。何度も落ちました。2010年ぐらいまであったんじゃないかな。大量のデータね、数万件とか数十万件のデータをオートフィルターで絞り込む。で、絞り込んだ結果を見ようとして画面をスクロールしたら、エクセルが落ちるっていうのをもう何度も経験した。だから僕、未だにね、オートフィルター使うときにね、ちょっと慎重になりますよ。未だに。うん。で、最近はそんなことないでしょ。本当にもう100万件近いやつでも一瞬でピュってね、絞り込みができるんで、今のオートフィルター。なぜか、パソコンやエクセルの性能がやっと追いついたんです。今。オートフィルターっていう、内部の、高度な仕組みに。今は全く問題ないです。これね。はい。こんなこと。ただね、マイクロソフトっていうのは、過去に作ったものは基本的に削除しません。だから取り除かなかったんです。新しいの作ったけど。一応残しとくねっていうことでね。で、それはそれでね、結構便利だったことがあるんですよ。この詳細設定。オートフィルターのフィルターオプション。オートフィルターの前にあったフィルターオプション。これね、ちょっと見てわかるかな。B 列のところ、名前が重複しますよね。田中、鈴木みたいなね。で、これを重複しないリスト。こういうのユニークリストって言うんですけど、これを一発で作れたんですよ。これ重複するレコードを無視するっていう機能があったんで、これは便利だった。よくマクロからもこれ使えたりしました。これはね。便利だったんだけど、今の Excel はもう、そもそも重複の削除っていう機能があります。それから、ユニーク関数っていうのもあります。さらに言えば、この、絞り込む、特定のデータだけにフィルターをかける、もうフィルター関数っていうのもあります。うん。なんならだよ。なんなら、パワークエリ使ってやるっていう手もあります。もう今ね、Excel がね、高度になりすぎて、もう、はっきり言うけど、この、フィルターオプション。今のメニューだと、詳細設定。これを、使う理由がないです。優位性がないです。これは。これを使って便利なことっていうのはね、まず考えられない。もちろん、存在している以上は使うのは自由です。もし、あなたがね、これ便利だなって思うんだったら、全然構いません。マイクロソフトは今後もこれをなくすことは多分ないでしょう。おそらくね。なので、使いたいなら使ってください。ただ、勘違いしないでください。オートフィルターの高機能版、オートフィルターの上位互換版じゃありません。逆です。昔あった、フィルターオプションの上位互換版がオートフィルターです。そういうふうに、勘違いしないでくださいねっていうお話でした。使うのは構わないよ。ただね、僕の感覚だけどね、これを使わないとできないっていうことね、今、ないと思う。おそらく。なので、使う必要ないよって考えてるといいんじゃないですかというお話でした。勘違いしないでくださいね。それではまた別な動画でお会いしましょう。オフィスの中の田中でした。